年がいく。お願いします。ご無沙汰ですね。ご無沙汰です。ホスト怪談師の龍馬くんです。どうも、ホスト怪談師の空原龍馬です。お願いします。名古屋からそうです。2週間前に、名ま古屋さかの状況。上京で、歌舞伎町のホストクラブで、ちょっと働かさせてもらいながら怪談をやっていこうかなってところですね。なんか歌舞伎町に行くって結構気合入ってんなと思ったわ。そうですね。うん。実家で泣きながら土下座してきました。なんで？なんか、うん去年自己破産したんですよ。あ、普通にそうなの？とかもあって、ちょっと実家に連絡取れへんなと思ってて。名古屋は実家？名古屋一人暮らししてたんですけど、まあそれももうできなくなっちゃって、生活がもう立ち行かなくなって、いやこれやったら一回もうほんまに覚悟決めて歌舞伎町でホストやりながら怪談もやって、で名古屋を盛り上げていこうかなっていう、そういうスタンスにせざるを得なくなったというか排水の陣。排水の陣マジで応援してますけど、ありがとうございます。で今回は龍馬くんのスケアリそうです。スケアリーストーリークラブ。ストーリークラブで撮影させてもらって、龍馬くんが歌舞伎町のホスト、なんていうところ？ユグドラシルのバルキリアっていうお店なんです。ユグドラシルのバルキリア。朝のホストで、朝なんや。朝6時から昼12時までなんですよ、営業時間が。へえ。じじいたちがよくスナックでそういう使い方してるけどそうです。ホストもそういうのがあるんや。あるんですよね。なんか、確かに夜動けん人とかおんもんな。そうなんですよ。で怪談イベントとかも大体夜じゃないですか。うん。なのでちょうどいいなっていうのもあって。そっか、開けて。そうなんですよ。で、そっか、イベント出るから。そうなんですよ。とか、あなるほどとは、東京で、怪談やられてる方ってたくさんいるじゃないですか。なんですけど、スリラーナイトとかもありますし、ただ朝6時から昼12時まで誰も怪談やってないんで、確かに。隙間を狙ってこの時間に怪談やったろうと思って確かに初やな。初だと思うんで、毎日一応お店で指名してくれた子に怪談しゃべる、アフターで心霊スポット行くっていう生活を送ってます最近は。俺は皆さん行ってください。やさぐれ丸坊主でしたっけ？やさぐれ丸坊主何もわからないです何でしたっけ？ユグドラシルのバルキリア。ホストなんでちょっと高いんですけど、値段としては。ただその分アフターとか同伴とかの時間もちゃんとしっかり怪談やるので。ただね、寮に入ったんですよね、歌舞伎町の。先輩たちもめっちゃ優しくて、基本何でもいいよって、寮も自由に使ってねって感じだったんですけど、呪物だけ NG 食らってしまって。いや、やっぱな、俺ら慣れすぎてるから。やけど、やっぱり普通の人は嫌やで。嫌ですか？嫌やで。ほんまに。ほんまに嫌なんですよ。ほんまに、ほんまに、普通の人の答え。だから俺らがおかしい。おかしいんですね。何呪物持ってきてんねんってなるから。確かに全然殴られてもおかしくはなかったっすよね。そうや。首やで、首だから寮には置けないということそうで、なんですよ。全然俺んち置いてもらっていいから。ありがとうございます。だから3つぐらい持ってきてくれたんですよね。そうですそうです。ちょっとその曰くを一応こう仲間たちに伝えながら準備教えてほしい。自己紹介です。自己紹介。まずはこれ。まずはこの絵画絵画なんですけど、これは、僕が最初に手に入れた呪物で、メルカリで買ったんですよ。メルカリで7000円で売ってて、でその時に初めて怪談イベントを打つっていう時で、自分も怪談欲しいなってことで、考えた結果呪物買えばなんかあるかもしれない、話あるかもしれないでこれ買ったんですけど、曰くとしてはなんか、ある女性がアンティークショップ、海外のアンティークショップで購入されたらしいんですけど、その購入した経緯っていうのも雑多なお店でなんかアンティークショップで適当に物を置いてるようなところで、日本の一応海外らしいんです。海外ヨーロッパって言ったかな。ええなと思って買ったんや。そうなんですよ。でもなんか本当段ボールにこういう感じで突き刺さってるみたいな。でなぜかこれがなんかどうしても気になって買われたらしいんです。で持って帰ってからなんか不思議なことが起きると。これ置いてる部屋から子供が走り回る音が聞こえたりとか、あとはバタバタとか、あとはこうやってもう立てかけてあったやつが朝になると倒れてるとか。いや、その倒れてるやつをこうひっくり返してみると、子供の手形がついてたんですって、この辺に。で、いや取れへんなと思って拭くんですけど全然取れなくて、ようよう見たらこのフィルターの内側からついてたんです。一回外したんか。一回グッて外れていたずら坊主やな。っていう
まああこうですね、この子はいいですね。じゃあこれは預かります。お願いします。手形いっぱい。手形いっぱい。さらに、一つ大きな手形がついてたら俺やから。次はこれですね。これ僕も最近もらったんですよ。なんかこれもらったもらったんですよ。最近お客様と、はいはい。まあ、ちょっと天外あ、デーそういうトをしてまして、はいはい。その時に呪物をくれるって話になって、うん。その子は多分コンカフェかどっかで働いてて、うんお客さんがそういうオカルトが好きでタイに行かれたんですって、お客さん、うんでタイに行って呪物を買ってきたと。うん。でそれをインスタグラムのストーリーに載せてはって、うんその子がすごいハートとか散りばめられたエフェクトで呪物つってたんですよめっちゃ気になると思って DM して、そしたら「あげますよ」って言われて、あ、へえ。でこれ受け取りに行ったんですけど、まあなんか僕もだからそれ以上のことは分からないものなんですよね。これ何か分かりますか？これはプラクルアンって言って、はい。タイのお守りですね。お守り。お守り？お守りやな、これ。あ、ええやつなんですね、じゃあこれ。だから、お寺で売ってたりするね。はいはいはい。でもこれ多分古いもんやから、そういう骨董的価値があるねん。ああ、なるほど。だから、タイのおっさんとかが、もう、虫眼鏡みたいなんで、ガー見てるわ。ええで、まあ、いろいろ形によって、はいはい。効果が違うくて、めっちゃ難しい世界やと思うよ。あでもこっちは、奥深いやつなんですね。こっちはプラピッターって言ってね。はいはい。顔面をこう、隠してる。だからプラがお坊さん。で、ピーが目。で、ターが閉じるっていう、目を閉じるお坊さんって言って、真実だけを見たりとか、そういうものやけど、こっちはちょっとわからへん。わかる。でもこれ、高いやつって、奥とか行ったりする。マジっすか？マジ。やば、急に。でも分からへんな。わからへんでもなんか、大体な、裏に、なんか、後からカバーしてあるような痕跡があったら、こう、呪術師が意気込みをしてたりする。大体ケツの穴からなんか入れんねん。なるほど。これはちょっとないけど、もともと入れてたんかもしれん。あこっちなんか、ちょっと気になるけどな、これ。あ、ちょっと謎のやつですね。気になるな、俺。そして、最後が、これですね。あ、これは、アフリカの。アフリカの、まあ、マコンデの。マコンデってなんかこういう、なんか、やつばっかりのあ、そうですね。やつやんな、なんかこう、なんかぐにゃーみたいなぐにゃーってなった。これがですね、うん。去年名古屋の、まあ、溺れる魚さんってとこで働かさせてもらってたんですけど、そこの常連の方、男性がいて、うん。その方も本当にオカルトが好きな方で、田中さんのことも知ってらっしゃいましたし、ありがとうございます。その男性が、まあなんか今から、まあ50代ぐらいの男性なんですけど、今からまあ30年前ぐらいに20代の頃にバックパッカーされてたんですって。で、結構衝動的に旅に出る方で、一緒やな、俺と。マジで一緒やと思うんですよ。ほんまになんかね、似てましたよ、結構。あ、見た目とかも。見た目も全部似てました。なんか、やばそうかも。やばそう。で、その時に、その方がハマってたのがマコンデ美術だったんですって。で、それを求めて、まあ、旅立ったんですけど、アフリカに。旅立って、これを、まあ、欲しいと。まあ、英語もできなかったんで、もう、片言の英語でこう、バーって、マコンデって言って、タクシーの運転手にお願いしたところ、その、タクシーの運転手乗れ、みたいな感じで。連れたるわ、みたいな。で、乗せられたんですけど、なんか、おもむろに運転手が、ボンネットをグッグッグッって押すんですって。何してんやろと思って見たら、車のスピードメーターとかあるとこあるじゃないですか。あそこがもう何もなくて、木の板だけパンって貼ってあって、なんか折り紙が貼ってあったんですって。こう、ボンネットを押すことで、燃料の残量を見てたんですよ。いかついタクシー乗って、で、走るんですけど。そういう感じなんや。街をね、ぐるぐる同じとこ回るんですって。で、しびれ切らして、いや、マコンデって言って、そして急にガッて止まって、もう無言でハンドル握って前見てるんです。で、直感的には強盗やと思って、こいつは。
ああ、タクシーじゃなくて。で、自分の財布の中から一番高額な紙をパッてとりあえず渡したんです。うん。で1枚パッて受け取って、うんまだ黙ってんですって。で何枚も渡して、10枚ぐらいになった時にようやく降りていって、横の廃工場からタイヤを持ってきて、フルタイヤまたボンネットに詰めるんですよ。そのなんかミスってタイヤ買うてもうたって言ってたんですけど、その人はなんかどういうこと？なんか強盗やと思って金渡したら普通のタクシーやって普通のタクシーやって金できたからタイヤ買ってきたんや。帰ってきてその場でもう一回まこんでって言って、ようやくなんか違う道に入ってったんですって、でもう本当に山道でもう本当獣道みたいなところをガガガって走ってって、で右手に十字架が見えてきたんです。なんかお墓のあるエリアで、ちっちゃい集落に泊まって、わらぶき屋根の建物が3軒とかしかないようなところに泊まって、で降りろって言うんですよ。でここに売ってるんやって思って、まず1軒目一番手前の建物に入ってったら、そこになんかびっしりとお面が売ってあったんですって。でもお面ってちょっと嫌やなと思ってなんとなく買わなかったんですって。で2軒目のとこ入ったら、人間の体から蛇の頭が生えてて、こうやって台座を持ってる置物が大量にあったんですって。でなんとなく生贄の心臓を置くようななんか想像ができてしまって、これも違うなって思って。で3軒目入っていくんです。その3軒目の方には、なんか、いろんなもう雑多に置いてあったらしいんですけど、なんか買わなあかんと、もう怖いけどなんか買わなあかんと思って適当にバーって買いあさって、で町に戻って、目当てのものを手に入れたんで日本帰ったんです。で買ったものも特に確認しないまま帰ってきちゃって、で開けてみたらこいつとかあと何体かが入ってたんですよね。で全部気持ち悪かったんですって。なんか買ったものの希少くて、だからその人は別に呪物を集めてるわけじゃなくて美術品として買いに行ったよな。だからなんか違うぞって、まず1個、母親の知り合いの華道教室の先生にあげたんです。そしたら大層喜んでくださったらしくて、先生が花瓶の横に置いてくれてたんです。そしたら1週間しないうちに間もなく死んだって言ってたんです、先生が。でもう一個あったんで、それを行きつけの焼き鳥屋の店主に無理やり押し付けてきたんですって。そしたら焼き鳥屋全焼したらしいんですよ。でやばいってなって、最後残った1個もう部屋の奥に封印してたんですって。そっか、もう持ちたくないってことで。そうですそうです。で龍馬くんに持ってきたよ。そうです。なんか忘れてたけどあったわって感じで、30年越しに封印が解かれてやってきたんですよね。それ結構ええもんちゃうこれ。もう多分そうなんですよね。美術品価値もなんかあるんかな。でなんかシェタニみたいなことを言ってらっしゃって、その時に。で僕も知らなかったんでその場で調べたんですけど、そしたらそのサタンを語源とする、タンザニアの精霊らしくて、そのいいこともすれば悪いこともするみたいな気まぐれなやつらしくて、その中の悪いことするだけのやつみたいなあ、そうなんやを買ってしまったらしくどうやら。でその中に残った一体がこれです。いいやんか。シェタニいいよな、やっぱアフリカの。いやいいですよね本当に。美術品っぽいよな。でももうちょっと怖いよね。何があるか。ちょっと気持ち悪いですね。その悪い方に特化したシェタニ。勝手に女の子の家に置いてたりしてたんですけど去年。さすがにめっちゃ怒られて、ぬいぐるみの後ろに隠してたりしてたんですけど実験すぐバレて。わかりました。それじゃあちょっと留学という形で、いつでも取りに来てもらって。ありがとうございます。ちょっとこの3体をイベントとかでもし使うかもしれんもんね。そうです。田中さんももしよければなんか使ってください。いや使うけどさすが龍馬くんのやつだからな。チラッとは紹介するけど、でもこれちょっと大切に預かっておきます。ありがとうございます。すいませんがよろしくお願いします。今回は上京してきた龍馬くんが呪物をそのホストの寮には預けれないということで、持っていけないということで、都市の部屋に預けるということで来ていただきました。お願いします。じゃあ龍馬くん
ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、年がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。